よろしくお願いします。グラディウス、ゼクセクス、そしてサイレントスコープ。これらはすべてコナミのアーケードゲームです。ところが基盤の中身を見ると同じ会社とは思えないほど設計も構成もバラバラです。なぜコナミは一つの系統を育てるのではなく何度もハードウェアを変えていったのでしょうか。そこにはゲームの進化に合わせたその時代ごとの意外な選択がありました。今回は名作とともにコナミのアーケード基盤、その複雑な進化を追っていきます。この動画ではゲームの動きを見ながらゲーマーには正直どうでもいいようなプログラマーのディープで細かすぎる視点からゲーム機の設計を深掘りしていきます。なお、音声トラックを変更することで別の声や言語で聞くことができるのでご利用ください。まずはコナミがどのようにアーケードゲームを作り始めたのか創業期から見ていきましょう。1969年、コナミは大阪でジュークボックスの販売と修理を行う事業を開始、1973年にコナミ工業株式会社を設立しました。そのジュークボックスで他人が選んだ曲が流れている間に遊べる機会としてゲーム機の需要が生まれたのです。そして自社開発した最初期の製品の一つとされているのが1974年のラッキー・コンチネンタルというメダルゲームです。そして代表作品として1976年に登場したのがピカデリーサーカスという子供向けのメダルゲームです。まだ CPU が使われておらず、ボンディ演算回路を組み合わせたシステムです。コナミが開発した最初期のビデオゲームは1977年のブロックヤードで当時流行ったブロック崩しになります。これも CPU は使われていないと思われます。最初期の CPU 搭載ゲームと思われるのは1979年に登場したスペースキングです。スペースキングは1978年に大ヒットしたタイトーのスペースインベーダーを元にした正規ライセンスのゲームになります。当時の業界誌ゲームマシン新聞にタイトーに対してライセンスさせろという会議の記事がありますね。なお、エスコ貿易はこの半月後にセガ、エンタープライゼスが買収する形でセガの中核企業になります。そしてレジャックはコナミが開発した製品を販売していた会社で後にコナミに吸収されます。CPU にはインテルの8080が使われています。この当時はスプライトやタイルマップという描画回路はなく CPU が VRAM に直接ドットを描画していました。基板が作り出す映像自体は白のみのモノトーンですが、モニターに色のついた透明フィルムを貼るカラーオーバーレイという方法で部分的に色がついているように見せていました。音についても音楽を演奏できるようなチップはなく、効果音を出せる程度の回路を採用していました。基板の構成における大きな転換点は1980年に登場したジエンドです。スペースキングとジエンドでは画面の作り方が大きく異なります。スペースキングではラム上に画面をビットマップとして描き、その内容を直接ディスプレイに表示していました。対してジエンドは後のファミコンにも通じる仕組みとして専用の映像回路を持ち、小さな画像パーツをタイル上に並べて背景を描画するタイル方式を採用します。CPU が画面上のドットを直接描く場合、8×8 ドットの画像を表示するのに、黒白でも8バイトの値を VRAM に描く必要があります。しかし、タイル方式では、描画したい画像パーツの番号を1つ書き込むだけで、あとは描画回路が処理してくれます。さらに、スプライトの採用で、CPU はパターン番号と表示させたい座標を書き込むだけで、あとは描画回路が処理してくれます。さらに、音の処理を別の CPU が担当しています。つまり、映像と音楽の処理を CPU から切り離すことで、CPU がより複雑なゲームを処理できるようになったのです。ジエンドは、ナムコのギャラクシアンを参考にしたゲームです。ハードウェアの構成についても、
スプライトやタイル方式の画面、ミサイルを描画する専用回路、星空を描く専用回路など、ギャラクシアンを強く意識して設計されたものと考えられます。1982年のタイムパイロットのハードウェアのスペックは、ジエンドからスプライトの最大枚数と使える色で変態的な変更がありました。まず、スプライトの最大枚数は8枚から24枚に増えましたが、そのうち、雲の描画に使われる8枚のスプライトに関して面白い仕様があるのです。1枚のスプライトの大きさは 16×16 ドットで、横に1枚、2枚、2枚、3枚と組み合わせ、合計8枚で4つの雲を作っています。さらに、この8枚のスプライトは、最初に指定した位置だけでなく、縦に128ドット、横に112ドットずらした位置にも、もう一度表示されます。これによって同じ雲を2倍表示できるため、画面は少し豪華に見えるのです。そして、この雲ですが、3段階の奥行きがあり、それぞれを異なる速度で動かすことで、空間の奥行きを表現しています。この当時は、平面の画面にどう奥行きを感じさせるかを、ゲーム業界が試し始めた時期でした。例えば、1981年のジャンプ、バグには、固定された星空とゆっくり動く雲を使った限定的なパララックス表現があります。そして、1982年のムーンパトロールは、3層の背景を異なる速度で動かす本格的なパララックス表現で有名です。そうした時代に登場したタイムパイロットの多層表現も、当時としては先進的なものでした。さらに、全方向へスクロールする空間に立体感を持たせていることも、新しいアイデアだったのです。1983年のジャイラスでは、ハード構成がさらに強化されます。まず面白いのが、サブとして使用するコナミ1です。コナミ1は、僕はチマルクをベースにコピー対策を加えた、コナミ製のカスタム CPU です。プログラムロムには、暗号化された命令コードが記録されており、コナミ1は命令を読み込むと、暗号を解除し68マルクで処理するんです。さらに、音楽用の Z80 とは別に、効果音用としてインテル製の8ビットマイクロコントローラー8039を採用しているのも、他社にはない珍しい構成です。そして最大の特徴は、当時としては異例の同時発音数が15音という音楽性能です。これを1個につき3音を出せる音源チップをなんと5個も搭載するという変態的なことになっています。一般的なテーブル筐体で左右2チャンネルのステレオで鳴らすゲームは当時としてはかなり珍しい存在でした。1985年に登場したグラディウスは GX400 と言われる基板です。CPU はそれまでの Z80 から16ビット CPU の68000へパワーアップしました。ただ、それ以上に特徴的なのがバブルシステムです。ゲームのデータをこのバブルメモリという外部記憶装置に格納していました。起動すると記憶媒体からメモリにコピーしてから使用するため、プログラムと画像データをそれぞれ 64KB の RAM へコピーしてからゲーム本編が動き出します。画面についても背景画面は2枚に増え、色数も4色から16色に増えて綺麗になりました。また、スプライトも最大 64×64 ドットと大きくなり、最大枚数も256枚と大幅パワーアップしています。さらにスプライトは拡大縮小できるんですが、知っていましたか？グラディウスだと爆発で使われています。拡大縮小がわかりやすいのはロードファイターですね。そして1987年 GX400 に続く次世代の基板として登場したのがツイン16です。このツイン16を使用した代表作の一つが1988年のグラディウス2です。最大の特徴として16ビット CPU である68000を GX400 の1個から2個に増やしたのが名前の由来になります。CPU をさらに高速なものへ交換するのではなく、CPU そのものを増やして処理能力を高めたのです。グラフィック面で興味深いのは、背景やスプライト用に 384KB のキャラクターラムを搭載している点です。
画像ロゴのバンク切り替えによる制約を避けるため、必要な画像を集めて RAM へコピーして、描画に使用しているのです。音源構成も大きく変わり、PSG 音源から FM 音源に変更されることで、音楽のレベルが上がりました。そして1989年の TMNT 基板、通称スーパーカメ忍者基板は、忍者タートルズで使われたものです。ツイン16で68000が2個だったのを1個に減らされましたが、代わりにグラフィック機能を専用のカスタム IC 化することで、負荷分散をしています。背景画面は3枚に増えていますけど、プログラマー的にはムムっといった感じですね。1991年のゼクセクスでは、同名のゼクセクス基板が使われ、68000が 8MHz から 16MHz に高速化され、RAM周りも少し増加しています。グラフィック機能も背景画面が4枚に増え、ラスタースクロールや半透明などの特殊な機能も使えるようになりました。音楽面では TCM 音源が同時8音まで増えました。その流れをさらに発展させ、1993年に登場したのが、後にフレ GX と呼ばれる基板群です。ゼクセクス基板と、この次に説明するシステム GX 基板の技術を併せ持った基板群です。システム GX で使われる映像 IC が登場し、オプションですが、回転拡大する背景画面が追加されたり、ゼクセクスよりも高度な半透明や特殊な色の合成ができるようになりました。音も演奏が可能な16チャンネルの TCM 音源を搭載しています。そして1994年、コナミの 2D アーケード基板は、システム GX で一つの完成形に到達します。メイン CPU は32ビットの68022サウンド用の CPU も68000にパワーアップというかなり豪華な構成です。映像回路では色について改良されており、使用できるパレットの数が増えたり、背景色を縦横に色を変えグラデーションを作る機能が確認されています。例えば夜空のグラデーションなどですね。そして最も大きな変化はシステム GX という名前からもわかりますが、ようやく本格的な共通システムになったのです。この頃ゲーム業界では 3D ポリゴンを使った表現が本格化していきます。そんな中、コナミが開発し投入した 3D 基板の一つが ZR-107 です。代表作は1995年に登場したミッドナイトランです。メイン CPU には IBM のパワー PC を、音声用には68000を採用しています。そしてポリゴンの頂点計算を担当するのがアナログデバイス社の ADSP21062 シャークで32ビット不動小数点演算に対応した高性能な DSP です。シャークが計算した頂点データをもとにコナミ独自の2つのチップが描画を進めます。KS1081 がテクスチャの画素データであるテクセルを扱い、KS1071 がポリゴンを画面上のピクセルに描画します。ZR-107 のポリゴン性能を示す情報は確認されていません。ただし、シャークの演算性能から頂点の演算性能については秒間75万ポリゴンくらいと想定されます。そして1996年には ZR-107 を強化した GTI クラブシステムを作ります。代表作はもちろん GTI クラブです。CPU と DSP は同じで、テクスチャを処理する KS1081 とピクセルを描く KS1071 を2倍に増やします。このことから ZR-107 では頂点演算を行うシャークは過剰スペック気味であり、 GTI クラブで本来のシャークの実力を出すことができたんだなと思います。そして1997年、コナミはさらに異質な 3D システムを作ります。コブラシステムです。代表的なゲームはファイティングウーシューです。CPU にはメイン、サブ、グラフィック用に3個のパワー PC を採用し、音楽用に68000を使用するという豪華すぎる構成です。
そしてグラフィックには RS6000 シリーズのワークステーション用のグラフィックボードをベースにしたオリジナルボードが採用されています。当時のドキュメントのチップ構成から GXT3000P 系統と思われますが、断定はできませんでした。これは 3D グラフィックライブラリで有名な OpenGL のアクセラレーターです。ちょっとやりすぎ感がありますが、心意気は好きです。そして1997年、コナミはコブラとは全く違う方向のホーネット、システムを作ります。代表するゲームはグラディウス4です。コブラで豪華になった構成を、ホーネットでは現実的な構成へ戻しました。メイン CPU と頂点計算には ZR107 と同じパワー PC430A シャークを使えます。大きく変わったのは実際にポリゴンを描く回路です。ZR107 ではコナミ独自の専用チップを使ってテクスチャ処理やピクセル描画を行っていました。ホーネットではそれを 3DFX の Voodoo というパソコン向けのグラフィックチップへ置き換えます。後期型では Voodoo 2へ進化します。当時のパソコン用のグラフィックチップは描画のみを担当し、座標演算は CPU でやるのが一般的だったんですね。コナミの 3D 基盤はここで一気に PC の 3D 技術へ近づいていったのです。そして2000年頃、コナミの 3D 基盤は設計を大きく変えます。それがバイパーシステムです。代表作の一つが2000年の GTI クラブ2です。メイン CPU はモトローラの MPC8240 です。これはパワー PC の一種で、動作クロックは 200MHz と高速なものであり、クロックだけを比べればホーネットの約6倍になりました。この CPU の強化は映像と音楽の回路に変化を与えています。映像では頂点演算を担当していた DSP は廃止し、高速な CPU と汎用の 3D アクセラレーターを組み合わせる構成へ変わりました。そして音楽では専用の PCM 音源チップを廃止し、CPU が計算で音声を作るソフトウェア音源に変わりました。バイパーシステムの設計思想は専用ハードを捨てることだったと言われています。ここまで見てきた 3D 基盤はコナミが独自に作った基盤でした。しかし同じ時期、コナミは全く別の方法でも 3D ゲームを作っています。1995年に登場した GQ システムです。代表作はガンシューキングのクリプトキラーです。この基盤の最大の特徴は初代プレイステーションのハードウェアをベースにしていることです。ただし、プレイステーションをそのまま筐体に入れたわけではありません。RAM と VRAM は家庭用プレイステーションの2倍の容量に増量しています。さらに、ゲームデータを保存するために、SCSI 接続のハードディスクまで搭載していました。音響回路も強化されており、音響専用に68000を搭載し、TCM を16チャンネルも出力できます。しかし、1996年の GV システムでは、音源もプレイステーション系の SPU を使えます。代表作は、実況パワフルプロ野球などです。つまり映像だけでなく、音響システムまでプレイステーション系へ統一されたのです。そして1998年のシステム573では、ゲームの入れ替え方が変更されています。その代表作はダンスダンスレボリューションです。システム573の多くのタイトルではゲームを入れ替えると最初の起動時に CD-ROM のデータをフラッシュ ROM へ書き込みます。そして次からは書き込まれたゲームデータを使って起動するように改良されました。そして2000年の Python システムではプレイステーション2のハードウェアを使うようになります。その代表作がウイニングイレブンです。プレイステーション2の基盤をユニット化した GH006 基盤にコナミ製インターフェース基盤を組み合わせた構成となります。
ここまでコナミのアーケード基盤の歴史を1970年代からたどってきました。ナムコの基盤の種類が多かったのですが、コナミをそれを軽く超える数量で技術者の凄さを感じました。今回はこれで終わりです。次回はまた別のゲームを見ていきたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。では、またね。